こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お名前から自己紹介お願いいたします。レイパー佐藤、宇宙、そして心に触れる、そんなモノマネをいろいろ研究して皆様にお届けしようとしております。よろしくお願いいたします。お願いします。経歴はどれぐらいでしょうか？初めてテレビに出てモノマネをしたとなると35年ですね。昭和63年になってしまいますね。ただ俺たちひょうきん族には高校生の頃にも出たことがありますし、クイズ番組に入れたのを入れると結構これまた40年近くなってしまいますね。もう高校生の頃から頑張っております。お子さんの頃からテレビに出たいというお気持ちが強かったんでしょうか？ただ単に最初は目立ちたいから入りましたね。あと芸能界への憧れっていうんですかね。やっぱ西城秀樹さん、郷ひろみさん、田原俊彦さん、沢田研二さん。うわ、かっこいいな。どうすればこういう人たちになれるんだろうなという憧れもありましたね。正統派のアイドルとか歌手になろうとは思わなかったですか？一番好きだったのは加藤茶さん、志村けんさん、やっぱり漫才の方なんで、歌手、アイドルよりはお笑いの人がかっこよく見えたというのがありましたので、お笑いの方を目指してましたね。レイパーさんはご結婚されてるんですか？国際結婚で韓国の女性と結婚してしまいまして、ちょうど12年前、韓国のプロポーズの言葉ってのは激しいんですね。結婚しないと殺すぞ。日本人っておとなしいから、そこまで結婚してほしいのと思って、結婚しちゃって。プロポーズは奥様からされたということですか？そうです。はっきり言います。韓国の人から見ると、私がの顔立ちっていうのはかっこよく見えるらしいんですよ。韓流みたいにね、すごくハンサムだと思いますが、私も自分でハンサムだと思ってるんですよ。はい。出会いはどちらでしょう？私のライブによく見に来てくれてたんですよ。情報とかネットとか、当時はミクシーとかありましたから、それで、今度出るんだということで、いろいろ差し入れとか持ってきてくれてたんで、海苔巻きとかね、あとちょっとそういう韓国料理とかいろいろ作ってきてくれてたんで、これは助かるなと思ってだんだん仲良くなっていったって感じですね。じゃあお料理上手な奥様なんですね。今では私の方が料理上手です。大変素晴らしいことだと思います。もうコロナ禍に入ってからかな、最近、うちの旦那天才じゃないかと、やっと結婚して10年ぐらいして、やっと気がついてくれて、きっかけになったのが、私映画作って結構遊んでるんですよ。で、映画作ったのを見て、うちの嫁がずっとバカにしてたんですね。こんなバカみたいな映画作ってたって何にもならないだろうと。何が好きで作ってんだという時に、これ今日本アカデミー大賞を取った映画だからちょっと一緒に見ようよと言って見たのが翔んで埼玉。その作り方が私の映画そっくりだったんで、ちょっと待って、どっちが先だと。俺の映画が先だよ。クラッシャー和義っていう映画だ。お前の映画のパクリやないか全部ということで、お前映画も天才だったのかということで。レイパーさんは芸能界に入ってからずっと順調にご活躍でしたか？順調なわけないじゃないですか。20歳の時に福岡から出てきて、芸能界って一個もわからないまま来てるんですね。で、とりあえず劇団に入ったんです。とりあえずお芝居ができて、踊りができて、歌が歌えて、なんかおしゃべりができたら、多分芸能界で暮らしていけるだろうと思って、もう25歳までは先生の言いなりになろうと。でも楽しかったですよ。普通のバイトとかもして、皿洗いとかも普通してたんですけども、それだけだとちょっとつまんないなということで、ショーパブというのがある。それ六本木でも当時はもてはやされてたんで、人前で歌を歌ったり芸をやりながらも、なんか勉強しながら仕事ができるんだと思って、六本木のショーパブで働くようになって、そこからやっぱりレイパー佐藤の大活躍が始まりましたね。で、そこで、モノマネブームがやってきて、モノマネ大賞というフジテレビの番組がございまして、ターミネーターとかね、とかスター・ウォーズとかね、I'm waiting for you, Obia みたいなモノマネでなんとなくテレビ出れるようになったけど、でもだんだんそういったスター・ウォーズもターミネーターも飽きたなみたいなの。お笑いの弱点っていうのがね、飽きられる。同じネタっていうのはもう2回以上見たくないみたいなのがあるんで、なんか新しいものを作ってこいと。そこで作ったのが下ネタです。思春期のロボコップということで、アダルト雑誌を見ながら一人で頑張るロボコップ。桜ぐらい、It's a target みたいなのを作って、これがちょっとブレイクしたと。で、これでちょっと結構じゃあうちのパーティー、うちの忘年会で、そのロボコップの下ネタやってくれと依頼が来るようになって、なんとなく収入は安定しましたね。この中で生きていくと、俺はそのまま無事だぞと思ったら、世の中が下ネタに厳しい世の中になってしまいまして、地味な世界、ちょっとアンダーグラウンドな世界なんだけど、
なんとなく、生活には困らない日々が続きましたし、いろんなモノマネの友達も増えたので、レイパーとつけたのもコージ富田さんですからね、下ネタばっかりやってガンガンやっちゃうもんだから、佐藤くんさ、君のやってることはレイプだよ。今日からレイパー佐藤でいいじゃないかって言われて、じゃあ今日のライブだけじゃあ、レイパー佐藤でやらせていただきますって言ったら、なぜかそれ以降ずっとレイパーさんと呼ばれるようになってしまって、その笑っていいともにも出演させていただいたんですけども、その時佐藤文則だって言ってるのに、爆笑問題さんが司会のコーナーだったんで、ところでレイパーさとか途中でレイパーに変わっちゃうんですね。コージー富田さん、あなたにはとても感謝しておりますので、これからもツイッターで絡んでください。レイパーさんのお友達にはどんな方がいらっしゃいますか？中澤武史っていうのがいますね。体中に壁新聞貼ってるんですよ。で、彼自称小説家、頭おかしい人みたいな雰囲気出してるんですけど、ファンの女性がいてですね、そのファンの女性がとても可愛らしかったんですね。とても素敵で。で、私がその女性にちょっと手を出してしまった。つまり後輩の女性に手を出してしまうというと、先輩としてちょっとらしからんことをしてしまってですね。ところがその中澤武史、小説を書く人なので、それを題材に小説を書くんです。初恋芸人という。お笑いの先輩にうち俺の女取られたってことを小説に書くんですよ。で、それを読んだ人が、これ面白いんじゃないかということで、じゃあ出版しようということになったんで、小説になって本屋さんに並ぶんですよ。で、それがそこそこ売れるようになっちゃって、そこそこベストセラーになっちゃって、NHK でドラマ化されるんですよ。で、松井玲奈さんという AKB、名古屋のAKB ですね。そして私の役を小堺一樹さんがやってくれるんですよ。それで NHK で放送されて、中澤武史、中澤先生と呼ばれるようになるんですね。他の友達たちも、おい中澤、お前が今先生と呼ばれているのは、あの時レイパーがお前の女を取ったからだぞと言われて、あの時のレイパーに感謝しろと言われてですね。それで、今でも本当にウルトラマンの本とか怪獣に関する書籍をたくさん出版して、今でも本当に中澤武史先生ということで、ビートたけしさんのテレビタックルという番組も、オカルトにはこういうことがあるんだということで、オカルト肯定派の一人として今活躍するということで、いろんな友達がいましてですね、カラオケの上手なお姉ちゃんがいるからちょっと会ってくれないかと言われて、会ったら、松田聖子とかですね、美空ひばりさんのモノマネが上手い女性がいるんですよ。リカちゃんというのが。リカちゃん上手いなということで、新ネタなんだいって言ったら、いやいや、宇多田ヒカルもやってるよ。宇多田ヒカルなんかやってる芸人なんかいないよ。今度俺たちのライブに出てよって出てもらったら、うわ、すげえ、この女、こいつミラクルだよ。芸名どうする？じゃあ、ミラクルヒカルと。つまりこれがミラクルヒカルのデビューだったという。まだ市役所の役員だったのに、なんだこいつ、アントニオ猪木そっくりだなと。ちょっと俺のライブ出ろよと思って。皆さん元気ですか？私はただの素人に出てしまいました。バカ野郎って言ったら、あいつ面白かったな。もう一回あいつ呼びたいんだけど、あいつ名前なんだっけ？あの時の猪木。じゃああの時の猪木でいいやってなって、あの時の猪木がデビューしたとか。あと最近で言うと怪獣が好きな仲間で集まったのが JP さんという方がいて、松本人志さんがね、ちょっといろいろ話題になっちゃってるけど、松本人志さんが感染症でちょっと出れなくなった時に代打で出て、いや、この JP さんのモノマネ面白いぞということで、その後 JP さんがブレイクすると。で、一緒に遊んでいた仲間でジョニー志村さんという方は今度、タモリのモノマネでブレイクすると。あと長い付き合いだったホイケンタさんも最近さんまさんのモノマネと、鬼レンチャンでブレイクするということで、私の友達どんどん売れてきてるんで、もしかしてレイパー佐藤ってすごいパワースポットじゃないかと。で、もっと古い付き合いだと私仮面ライダーが大好きで、高校の頃から仮面ライダーのみたいな映画作ってたんだけど、それを見た、本当に仮面ライダーをなさっていた俳優さんがそれを見て、あれお前仮面ライダーとか戦隊ものこんなに大好きなのって、俺戦隊とかライダーとか出てたから、俺たち主役でノーギャラで出演するからなんか映画一本作れよって言われて、本当にそのガオレンジャー、ハリケンジャー、仮面ライダー、龍騎とか、その人たちに出てもらってクラッシャー和義という映画を作ったんですけども、クラッシャー和義の主人公が撮影中に私の演出がきっかけで骨折しちゃっても歩けないと言われるんですね。で、大手術をしている時に前川清の亡霊が現れて、今日本から演歌歌謡曲がなくなろうとしている。だから君が何とかしてくれという亡霊が現れて、それが手術から目が覚めて、よし歌謡曲、演歌を日本から復活させるぞと言ってデビューしたのが純烈なんです。だからあの時骨折しなかったら、手術しなかったら、純烈は誕生しなくて、本当にあんなに今の紅白、そして歌謡曲はもしかしたら日本から消えていたかもしれないと言われているという、信じるか信じないか。
あなた次第です。じゃあもっとそういうヒーローたち。そう、もともとヒーローなんですよ。だからまあヒーローなんで、とりあえずヒーローが好きな人たちをお客さんで来てたんだけど、最初は私も賛成はできなかったですね。だって、お前何考えてんだと思う。もう売れない俳優だぞって、それが集まってできたけど、もうただでいいから温泉センターで歌わせてくださいみたいなことで、ハッピー&ブルーの弟子になったのが純烈だったんで、その純烈の生みの親がレイパー佐藤、育ての親がハッピー&ブルーだったら、じゃあレイパー君も一緒にトシートとハッピー&ブルーに入ろうよということで、去年は純烈とトシートとハッピー&ブルーのコラボで星降る街角を歌うことができたという目標に向かっていると、何かしら神様は引いてくれると。まずホームランを打つにはたくさんね、バッターボックスに立たなきゃいけない。そういうことはやっぱり皆さん神様、そして JP さんとかホイケンタさん、純烈さんが教えてくれてるのかなと思います。やっぱりね、欲を狩るといけないね。かっこつけようとか、俺はちょっと将来ビッグになるんだと、ビッグになるためにはこれをやらなきゃいけないという行動をすると、仕事が減ってきたり、だんだん食えなくなっちゃってきたり、だから純粋に今日いるお客様に喜んでもらおうという精神でやってると、いろんなことが本当巡り巡っていいことになってるかなと。で、その純烈のリーダーを骨折させた時も、もう一生歩けないかもしれないぐらいの骨折って言われたんで、うわー、ドラえもん来てくれよ、ちょっと誰かタイムマシン持ってないかと思うけど、純烈が初めて紅白に決定した時に、一番最初に紅白決定したぞと電話してくれたのは私だったんですよ。で、その時泣きながら電話してきてくれたらしいけど、その時私寝てたんで、あ、そう、よかったよかったってすぐ来ちゃったんで、でも後で小田井さんとか白川さんに聞いたら、あの時リーダーはレイパーに泣きながら電話をしていたという。まあ今ではもういい関係なんで、コンサートを見に行くとなぜかステージに上げられて、ロボコップの下ネタをやらさせられるという関係になっております。大変ご活躍のレイパーさんですが、これからの夢なんてございますか？まず映画監督になるのは夢ですね。で、純烈というのがですね、皆さん戦隊ヒーローね、主役やった方を、今度みんな、ムード歌謡グループをやって、みんなで盛り上げようじゃないかと言って頑張った、作ったのが純烈なんで、その逆の映画作りたいですね。俺たち今までムード歌謡グループとして成功したけど、今落ちぶれてしまった。そうだ、俺たち戦隊グループを作らないかということで、純烈ジャーを作るというこの逆バージョンを、ドラマを作りたいなと。あとね、堺和義が尊敬するのは渥美清さん、寅さんなんですよ。堺和義が寅さんを尊敬するあまり、息子さんの名前に寅次郎とつけてるんですね。それぐらい寅さん好きなんで、堺和義を主役に寅さんみたいな映画を作りたいなと思ってます。おい、俺が帰ってきちゃ悪いのかみたいなことですね。堺和義にちょっとやらせたいと思ってます。で、私、中学、高校の時に生徒会長もやってるし、高校に関して私、学年で成績が一番になったことあるんですよ。で、そこそこ生きてきた人生だけど、私の親っていうのは、何があっても私を褒めなかったんですね。生徒会長、誰かなるんでしょって。で、一番、だって350人いたら1人ぐらい一番になるよね、誰かと。一回も褒めたことなかったんです。で、25歳の時にモノマネ大賞という番組で、一人でエッチするロボコップというのをネタやって、あとソープランドで働くターミネーターってなったんですよ。お父さんが初めて褒めました。人がうちを訪ねてきたら、最初に見せてたのは私がテレビに出た時の下ネタを見せて、これが私の息子だと言って自慢しててくれたってのはありがたいし、あとやっぱ遺産相続のことで弁護士さんがちょっとお父さん亡くなられたけど、こんな時にはなんでございますが、サインをもらえませんかって言われたんです。その時、お父さんにものすごい親孝行したような気持ちがあります。エロを学問として成立させたい。もうできれば、高校、専門学校、大学に、エロ学科っていうのができていいんじゃないかなって、結構友達にやっぱり高学歴の人が多くて、光源氏読んだことあるのかと言われて、光源氏なんていうのはまあ、世界最古の文学で、最古の文学ってありながら、まあ、全部エロ話だぞ、これは、みたいなこと言われて、なるほど、この人、お父さんの再婚相手となんかやらかして、おばあちゃんとやらかして、一番醜い女とやらかして、子供ともやらかして、でも最終的に光源氏に何を目指してたかというと、お母さんの面影だったみたいな、ちゃんとそういうオチがあるみたいになって、キューリー夫人ってあんた、物理学と化学で2つのことでノーベル賞を取ったってすごい人だけど、この人浮気しまくりで、ノーベル賞以外も二股かけてたんだよみたいな。オットセイなんて24時間性的行為をするし、で、じゃあ弱いオスのオットセイどうするのかといったら、女のふりをして、女のグループの中に混ざっちゃって、親分オスオットセイが寝てる間に、メスのオットセイと交尾をするという。あと、アンコウのセックス。
セックスと言っちゃったけど、まあいいやもうこの際、あんこのセックスしてるかと。実はここ最近まで21世紀まであんこにオス見つからなかった。だから、雌雄同体で、大人になるにつれて、オスなしで子供産んで、卵産んでると思われたら、オスのあんこって実はこんなちっちゃかったと。で、生殖行為をするとき、オスは体ごと突入すると。女性の一番大事な部分に。で、突入して、そのままメスの中に溶け込んでいくという、最高の愛情表現じゃないかと。だから、エロは素晴らしい。話すと長くなるけど、これはもう数学、化学、英語、すべての面で、これって共通することだし、で、エロの歴史って人類の歴史より長いんで、このエロを学問化することによって、実は少子化、そして人と人との争い、まあ、いわば戦争ですね、減らせるんじゃないかなと、私は思っておりますので、またエロについてのこういった講義をやれればなと思います。だから私の夢、まず映画を作る。みんながアホになれる映画です。これはもうジョージ・ルーカスが言ってた、7歳から70歳までをアホにさせる映画を作るぞと、スター・ウォーズ。そして、7歳から70歳までが納得できるエロ、学問を成立させる。それが私の夢でございますが、これからもですね、ちょっとレイパー佐藤、皆様ちょっと応援していただければと思います。今日は素晴らしいお話をありがとうございました。怒ってませんね。大丈夫ですね。はい。私スピリチュアルスポットが大好きで、本当にいろんな神社とか行ってますけども、こちら、性欲成就、そしてこちら、贅肉退散。偉い方のお認めはいただいておりますので、神聖なものとして、そういうのは研究していいんじゃないかと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。今後のご活躍もお祈りしています。いい声ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。